こんにちは。お元気ですか？今日は4月の5日の日曜日ですね。だいたい土曜日にね、動画アップすることが多いんですけれども、昨日はね、どうもちょっと気分がね、上がらなくて、喋る気になれなかったんでね、ちょっと昨日はスルーしました。今日はね、ちょっと喋ってもいいかなっていう気分になったので、今こうやって喋ってるんですけれどもね。最近ね、ちょっと私もちょっと気分がメンタルが落ちるというかね、なんかこう頑張れないっていうのが続いてて、頑張れない自分にこうダメ出しをして、さらに気分が落ちるみたいな、鼓舞しても上がるもんじゃねえなみたいな感じで気分ってね。だからどうしようかなみたいな、もうなんかこう結局こうなんていうか、実際に物理的にもこう行動ができていないので、収入とかね、お仕事の部分もね、結構停滞してしまってて、なんかでもこう気分的にこう落ちちゃうと、こう脳みそがね、こういい何かこうクリエイトしてくれないみたいなね、感じがあるので、結局こうなんていうかね、こういい物事をこう循環させられないで、ただただ無駄な動きをしてカロリーを消耗してるだけみたいなね、感じになっちゃってもね、それも違うなと思うので、逆に一回こうちょっと休んでというか、何もしないでっていうのも大事かなと思って、ちょっとこうダラダラと戦略的怠惰をしてたんですけれどもそうそう、でもなんかね、なんかダメなんですよ。なんかこういいこうエネルギーというかね、脳みその回転が起きないんですよね。だからちょっと自利品なんですよね。ちょっと収入もだいぶこう減ってきて、今こう生活費を下回っちゃってるんでね、少し貯金を切り崩しながら生活してる状態なんですけれども、ただね、なんかもう結構今年の最初ぐらいからずっとこうなってる感じで、なんかもうね、一層今年1年間くらいはまた人生お休み期間にしちゃおうかなってちょっともういいやみたいなね、そういう気分になったりも少ししたりとかしてます。なんか中途半端にこの状態が続くくらいだったら、もういっそね、こう全部パタッとこうやめて、もう1年くらいふてくされてやろうかなみたいな。その方が何かこうある時カチリと何かがハマって、何かやるべきこう想像するものが自分に湧いてくるんじゃないかっていう気がしたりとかしてるんですよね。そうそう、そんな感じで、そんな感じなんですけどね。あとはもしかしたらこの体調的な部分、あの体調っていうのは、私がちょうどね、今更年期の症状が出るタイミングなんですよね。この生理が閉経に近づいてる段階なので、ちょっとね、ほてりが出てきたりとかね、更年期的な症状とかね、だるさとかね、そういうのってね、メンタルにも結構あるじゃないですか。更年期の症状って、すごい更年期でめちゃめちゃイライラするとか、めちゃめちゃやる気が出ないとかね、そういうのって結構更年期の症状でよくあるパターンだと思うんですけれども、私の場合はね、こう誰とも会ってない生活っていうのもあって、そんなにイライラすることっていうのはないんですけれども、なんとなくこう気分が上がらない、すごいこうメンタルが落ち込むってほどじゃないんですけれども、なんか気分が上がらないとか、ちょっと体がだるいとか、こういわゆるやる気とか情熱みたいのが湧き上がらないとかね、そういうのはちょっとあるかなって思うんですけれどもね。もちろんね、これを全部更年期のせいにしちゃうのもどうかなとは思うんですけれども、逆にある程度そういうのも何%かはあるっていう風に、ちょっとね、少し俯瞰した目で自分を見つめるのも大事かもしれないなっていう風に思ったりとかしますね。ちなみにね、私はこう去年とか結構生理の周期が乱れ始めてね、ちょっと生理が毎月1回とかじゃなくてね、ちょっと間が置くことがあったりとかするっていう感じだったんですけれども、ここ数ヶ月はね、生理がだいぶこう長く空いちゃってて、実は昨日生理がね、すっごい久々に来たんですけれども、
自分のメモ帳というかね、スケジュール帳にちょっとチェックしてるんですけれども、そういうのを確認してみたら、前回の生理から97日ぶりだったんですよね。だから3ヶ月以上空いてて、まあね、自分でもね、もう生理の期間がだんだん空いてくるっていうのは分かってたんで、全然生理ないのが当たり前ぐらいな感じで思ってたんで、あれなんですけれども、結構今回は長く空いたなっていうふうに思いましたね。で、経血の量とかもね、通常よりも随分減ってきてるので、私の体がね、こうやって徐々に閉経に向かっているというかね、もう閉経しかかっているというかね、そういう不安定な状態にあるんだなっていう、移行期っていう感じですよね。完全に終わったわけじゃないけれども、体がちょっとずつ終わる方向にシフトチェンジをどんどんしてきているっていう感じなんですよね。だから更年期の時期って揺らぎっていう言葉を使ったりとかして、だから体調がね一定ではないというかね、不安定になったり元に戻ったりとかね、そういうのもあると思うんですけれども、あと前の動画でもちらっと言ったんですけれども、今年に入ってから私結構ほてりっていう症状が結構分かりやすく出てきたんですよね。それまではこれってほてりかな、それとも今日がちょっと暑いだけかなとか、なんかそれくらいの感覚だったんですけれども、今年に入ったくらいから明らかにこれはほてりだっていうほてりが出て、おでこがね、汗がにじむっていう感じ。汗が玉になって流れ落ちるほどじゃないんですけれども、ちょっとおでこに汗がにじむっていう程度にほてるっていうのが1日に5回ぐらい起きるようになったんですよね。だからタオルハンカチで軽く脱ぐくらいな感じで、ほてってきたみたいな。ほてりもね、だいたい1分から3分くらいで終わるので、仕事してる人とかだとちょっと周りの目とかもあるし、あれでしょうけど、私の場合はね、家で完全一人で仕事してるので、ほてってきたと思ったらね、おでこでパッパッとタオルハンカチとかでおでこをパッパッと拭いて、でちょっと暑いなと思ったら上着をバッて脱いで、で3分ぐらいしたら収まるんですぐバッと着てみたいなのを繰り返してたんで、そんなにあれだったんですけど、あとは化粧をしてないっていうのもやっぱ楽ちんポイントですよね。なので別にタオルとかで簡単にパッパって拭けるし、でもなかなかね、化粧してると化粧崩れとかもあるし、ファンデーションがつくのもあって、ちょっと軽く押さえるとかね、いろいろ気にしなきゃなんないですよね。身だしなみとかそういう観点からもね。なのでやっぱね、外に働きに出ている時、ホテルで汗とか出ると地味に結構きついなって思ったりとかしました。あとね、やっぱ体調的にもちょっとホテルとね、体がちょっとだるいというかね、暑いっていう辛さもあるし、あと単純に多分ね、疲れると思いますね。こうやって体全体がほてったり、逆に冷えたりすることもあるんですよね。自律神経の乱れっていうことは、体温調節がうまくできずに暑くなることもあれば、冷えちゃうっていうこともあるっていうのは当然あるだろうなと思ってたんですけど、これって更年期による冷えかもなっていうのを何回か感じたことがあって、外の外気の気温の低さで自分が体が冷えるっていうか、体の芯から風邪ひいて熱が出る直前みたいな感じの冷えみたいのが上がってくる、そういう寒さみたいのも感じたりとかして、だから体がね、暑くなったり寒くなったり、結構なんかうざいというか大変というか、結構それもっていう風にね、結構きますよね。だからそんなすごいひどい症状じゃなくても結構ちょっとね来るのでやっぱね、この時期はね、少し大変な時期なのかもななんて思ったりしてたんですよ。ただ、このほてりが今年に入ってから出始めたんだけれども、2週間ちょっと前くらいから、そのほてりがピタリと止まったんですよね。だからその更年期と言える症状的なものが2週間ちょっと前に、ある日ピタリと止まって、あれと思って。昨日全然汗かかなかったし、ほてり感じなかったなみたいな、なんでかなと思って、それから今日まで続いてるんですよ。でそのほてりがなくなって今日で17日ぐらい経つんですけれども、でその昨日生理が来たので、
なのでわかんないですけど、おそらくその頃またね、女性ホルモンとかが少し出始めた時期になって、それでまた自律神経がね、その以前の状態と同じ状態でホルモンも脳の視床下部が命令出したら普通にこの、女性ホルモンとか出してるから、あの卵巣の方とかでね、子宮の卵巣から出るんだったっけ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんですけど、それでこうほてりとかそういう更年期における体のバグみたいのが収まったのかなと思うんですけど、だからね、今日は生理2日目ではあるんですけれども、経血の量は少ないんですけれども、きっと女性ホルモンも出てるだろうし、だからね、その17日ぐらい前、ほてりがなくなった頃から女性ホルモンがまたちょっと前と同じくらいか分かんないけどちょっと出始めて、症状も収まって、で3ヶ月ちょっとぶりの生理もまた来たのかななんて思ったりとかしてますね。そんな感じでね、私も今こう体が移行期というかね、なので、精神的にもねちょっと少しわけわかんない感じになるっていうのも、更年期という要素もね少しはあるのかなって思ったりしましたね。そんなことを思ったりした最近なんですけれども、ちょっと話めっちゃ変わるんですけど、今朝なんとなく YouTube かなんかを見てたあれでおにぎりのことを思い出したんですよね。おにぎりのことを思い出したってなんだって感じなんですけど、私たまにね、これってなんでかなって思う、わざわざ話すほどでもない疑問が頭に浮かぶことがあるんですけれども、おにぎりね、手作りおにぎり、遠足とかお弁当とかね作る時におにぎり作るじゃないですか。で子供の頃とかね、運動会とか遠足の時にお弁当を作ってもらったりするわけですけれども、すごいね、今もね定期的に謎だなって思っちゃうのは、私が子供の頃って小学校低学年くらいまでは結構おにぎりをアルミホイルで包むのが一般的だったんですよ。で私がそうだな、小学校中学年くらいからは結構ね急激にねラップで包む派閥が急激に増えて、で私が中学校になるくらいにはおにぎりはラップで包むっていうのがねもう当たり前になってました。アルミホイルで包むっていう人はねいなかったと思います。いたとしてもすごい珍しいっていう感じになってたかと思うんですよね。だから昔はアルミホイルでおにぎり包むのが普通だったのに、どうして急にラップでみんな包むようになったんだろうっていうのをね、素朴な疑問としてね昔から持ってたんですよね。でなんとなく今朝定期的に思うそれをまた頭の中にそんなどうでもいいことがよぎったんで、なんとなくググってみたんですよね。おにぎりアルミホイルからラップになったのはなんでかみたいなのをググってみたら、大してググったわけじゃないんではっきりしたあれは分かんなかったんですけども、なんとなく説としてはラップの品質がすごく向上して、でラップが家庭により一般的に普及したっていうのが原因じゃないかみたいな説がね、私はねパッと見た中でそれかもなーみたいに思ったりしたんですよね。でラップっていうとね、私もね子供の頃からラップにはもちろん記憶がありますけれども、私的にラップといえば二大巨頭としてサランラップとクレラップ、この2つですね。昔からあるし、でその2つ、サランラップとクレラップ、やっぱ私が子供の頃からだんだん大人になるにつれて品質は絶対変わってるんですよ。より丈夫なというか若干肉厚感も出て、少し伸びない感じの素材になってきて、すごく丈夫なみたいな。で多分電子レンジっていうものがね世の中に普及してから、その電子レンジに耐えられる耐熱っていうのも
相まっていろいろ品質的に変わってきたし、よりラップをね日常で使う量っていうのが増えたと思うんですよね。だからそのラップ勢がねすごくねアルミホイル勢よりもねこう台頭してきたというかね。でなんかねこういろいろアルミホイルで包んだ方がおにぎりがこう完全密封じゃなくて少し通気性もあったりとか、あとおにぎりのと間の米の間のなんかこうなんかそういうのがあって、こうある程度通気性があることによってなんかこういう風になって美味しいとかね。あとこのアルミホイルの殺菌とまでいかないかな、なんかそういう作用とかでいいとかね、そういうのもあったりとかしましたけれども、なんかね確かにねそういう記事を読んでみて、このアルミホイルとラップでおにぎりをこう両方食べたことがある経験の私としてはね、この味の違いからするとね、アルミホイルで包んだおにぎりって若干ですけれども少しこう水分が米の水分が少しだけ抜けてる、パサパサとまでは言わないんですけれども、特に表面のところが少しだけ乾き始めてるような感覚があるような気がしました。それに対してラップの方がこの水分量がもう全部逃げずに中にこう中にちゃんと含まれた状態で、こうおにぎりの海苔もしわしわの状態でこうなってるっていう感覚。そうそう、だからアルミホイルの方が完全密着じゃなくて少しこうその間に空気が入るような感じはありましたね。私結構アルミホイルのおにぎり好きでしたけどね。で私が子供の頃は結構銀紙っていう言い方してたりとかして、私今でも銀紙って言いたいなって思うんですよね。なんかその言い方結構好きなんですよね。アルミっていうとちょっと無機質な感じがするんですけど、銀紙ってなんかいいじゃないですか。なんか昔のおばあちゃんとかアルミホイルのこと銀紙って普通に言ってましたよね。その感じ。まあその銀紙で包んだおにぎりっていいなって思ったりとかしました。でなんかその銀紙のおにぎりを思い出した時に、ついでに記憶の中として思い出したのが、ちょっとエモいなって思ったのは、その銀紙で握ったおにぎりをおかずを入れてるねお弁当箱の上にその銀紙おにぎりを乗せて、それをこうナフキンの布で包むっていうパターンもあったんですけれども、もう一つ懐かしいのがおにぎりを入れるプラスチックのこの網網の入れ物ってありましたよね。バスケットみたいなプラスチックのちょうどおにぎりが2個とか3個とか5個とか入れれるやつパカッて開けてパカッて閉めるみたいな、あれがねなんかめっちゃ懐かしいなって思ったりとかして、だからあれもねきっとこうおにぎりってこうちょっとこう水蒸気というかね湿気がこもるから、それを逃すためのものとして網網バスケットみたいなねプラスチックのああいうのがあったんだろうなと思って、でそれを普通にカバンの中とかに入れれば水分はこうちゃんとこうこもらずに放出されるけれども、カバンの中で他のものからおにぎりを守ってくれてみたいなそういうやつだったんかなとか思って、だからこうもうアルミホイルじゃなくてこのもうラップ勢がねこう台頭してきてからもうそれも廃れていってしまったのかななんて思ったりとかしましたね。なんかね私がアルミホイルからラップっていうのを感じたのはね、多分ね小学校あれ何年生だろう、2年生かなにとある近隣の県のレジャーランドみたいのに遠足に行ったことがあったんですよね。その時にその同じ班の子たちとかかなとこうレジャーシートこの敷物を敷いてこうお弁当を食べてたんですけれども、その時に結構ねおにぎりをねラップで包んでる子が多かったんですよ。で5人くらい一緒に座ってたかな、もっとかな。でだいたい割合としてはラップ派が6割7割で銀紙派が3割4割ぐらいで、銀紙勢の方がちょっと少なかったんですよね。それでその時あれラップで
おにぎり包んでるっていうのを初めて私は意識して、それがすごいかっこいいって思ったんですよね。ラップで包むんだみたいな。なんかこれまでおにぎりって銀紙で包むものだと思ってたのに、なんかラップで包んでる子たちが結構いるなと思った時、なんかそれが新しいことのようでかっこいいって思った。もう一回言っちゃった。その記憶がすごくありますね。そんなあれをあれをしているうちにね、何年か経つごとにだんだんラップで包むのが当たり前になっていったっていうね、そういう時代を私は生きたなって思ってるんですけれども。1977年生まれなんですけどね。そんな時代を生きたんですけど、それ懐かしいなって、こう朝ね、こうなんとなくぼーっとお茶を飲みながらね、朝の緑茶を飲みながら昭和のおにぎりの銀紙の記憶を思い返したりとかしてましたね。で、そのアルミで包んだおにぎりをプラスチックの網網、ベージュっぽい色のねプラスチックの網網のカゴに入れるっていうのを思い出したと同時に、もう一つ思い出したのは、結構昔おにぎりを作る時のおにぎりの型っていうのが結構どこのご家庭にも1個ありましたよね。だいたい2個セットになってたりとかして、1個のやつもあるんですけども、三角おにぎりにするやつだから、その型にご飯詰めて、その上にこの中身の梅干しやら昆布やら入れて、でもう一回その上にご飯をこうパッパって入れて、で蓋をしてギュッとしたら、はい簡単に三角おにぎりの出来上がりみたいな。だから子供でおにぎり作れない子でもとりあえずその型を使えばおにぎりできちゃいますよみたいな。その型めっちゃ家にありましたよね。なんかあれ懐かしいと思って、今でもね探せば全然型とかね100均とかでも売ってると思うんですけれども、ただ昔はねご家庭に必ずあった型、いやめっちゃ珍しいなと思いました。今はねおにぎり作る時に、衛生的な問題でねラップにくるんでもうラップごと握っちゃうっていうのが結構一般的になってきたんで、もう型を使うっていうことはなかなかないと思うんですけれどもね。で、あれ必ずこう一家に1個以上はあったよなーなんて思いながら、それで思い返してみたのは、あれね結構なんか粗品でもらうことが多かったんですよ。おにぎりの型、特に2個セットのやつ、あの郵便局とか、あとは保険屋さんとかかな、何かこの営業とかセールスとかの粗品とか、そうじゃなくても何かのおまけでもらう粗品で、こう例えばこうもらったこのおにぎりの型のこの箱に、そのメーカーじゃないな、例えばなんだろどこでもらうのかちょっと覚えてないんですけど、例えば何々保険とかね、そういうこう会社名がパックに入ってて、いわゆる粗品なので、だからそういう多分ねいろいろ結構もらうから家に溜まっちゃってたんだと思うんですね。だからもう日本全国どこのご家庭でもあったっていうやつだと思うんですね。で、私が結構記憶に残ってるのはこのおにぎりの型で、こう2個セットになってるやつで、こうこの縁の部分がこうなんて言うんだろう、こう丸く、この例えばこう漫画で描く雲の絵みたいに、吹き出しの雲の絵みたいにこう丸々丸々ってこうもくもくしてるデザインで縁取りされてて、だからそれがつかみやすくて、なんかねそういうおにぎりの型好きだったなって思い出したりとかしましたね。ちょっとおにぎりの型でおにぎりを作りたいなって今ちょっと思ったりとかします。どうでもいいこと思ってるなと思うんですけど、そうそう、それでなんとなくこう昭和のことを思い出したりとかしたんですけど、なんかそういう昭和のってなんか今から思い出すと、傍から見ると、第三者目線で見るとちょっとウケるなって思うんですよね。その銀紙とか、この入れ物の網網のプラスチックの網網とか、そのおにぎりの型がやたら粗品で多かったこととか、あとねその記憶の中で結構好きだったのは、その昭和の時代のね電化製品のデザイン結構私好きでしたね。特にね炊飯器と電気ポット、
昔はね電気じゃなかったりしました。いわゆるただのこう保温器としてもう夜間で沸騰したお湯を入れておくためのポットだったりもしましたけども、まああのでも私が小学校に入る頃には普通に電気ポットになってたかな。この上の部分をねこうなんだ圧力でこうグッと物理的に押すことによってお湯がジャーって出るタイプ。今はね電気でね出るっていうボタンをピッて押すと押してる間だけ出るみたいなのが普通ですけれども、昔は手でこうジャーって言ってこう戻す時この空気がまた戻ってきてこうまたブーってこう押してジャーって出すっていうタイプだったんですけども、とにかくねそのポットとかのねデザインが私の記憶だとねすごくね蝶々とお花が多いっていうイメージですね。しかもこの、色合い的には暖色が多くてこのオレンジとか赤とかが入ってることが多かったです。オレンジ赤黄色とかね。でその蝶々とかもねこうちゃんとした蝶々の絵っていうよりもねいかにも子供が描くような蝶々の絵、こうなんか羽がこう丸を2個重ねたような羽でこの蝶々の触覚みたいのがくるーんと出ててみたいな、それでひらひら飛んでてみたいな、そういう子供が描くような絵の蝶々の絵で、お花とかもね子供が描くようなねすごいシンプルなねこの楕円形をいくつも合わせたようなお花とかね、そういうポットが多かったですね。あとはちょっとリアルなこうお花の絵とかもありましたけれども、とにかくねお花と蝶々が多いっていうイメージでしたね。あとこのオレンジとか赤とかのラインとかが入ってたりとか、なんかねそういうこう絵とかデザインがちょっと記憶の中で昭和っぽくて可愛いなっていう記憶の中で思い返すとそんな風に思ったりするんですよね。でその炊飯器もそうなんですけれども、ちょっとそういうテントウムシの絵が描いてあったりとかするのもありましたね。なんか結構可愛いデザインが多かったんですよ今から思うとね。でそのポットとかねこう電子炊飯器とかはねやっぱりねタイガーとかね象印とかね、私はねこの2つのメーカーがめちゃめちゃこう印象的というかね、それくらいしか記憶にないですね。これが2大炊飯器ポット系のメーカーだったのかなっていうふうに思うんですけれども、でもねそういうデザインとかもね私がね小学校に上がってやっぱ同じくらいかな、中学年くらいになる頃には、だから小学校3年生ぐらいになる頃にはね結構そういうデザインのものってもうだんだんなかったですね。こうそういう絵が描いてあるその家電炊飯器とかポットっていうのがだんだんなくなってきて、すごい無機質なこうシルバーとか白とかね、そういうこういわゆる無彩色の色だけのものに変わってった感じですね。色すらこう彩りのある色じゃなくて、いわゆるこう黒から白とその間の色だから黒かグレーか白だからその間の色だけみたいな、そういう感じになっていきましたよね。なんでそういう家電のああいうデザインがなくなっていったのかってちょっと不思議だなって思ったりするんですけども、だからねこの遠足に持っていく水筒とかもねすごく同じように無機質なデザインになりましたね。水筒とかね今はこうその無彩色じゃなくて、赤とか緑とか青とかそういうのはいろいろありますけれども、こう絵が描いてあるようなのはなくなりましたよね。今でもたまに見るけど、昔は結構ね可愛いタータンチェックみたいのとかねあって楽しかった。見た目的にもね結構こういろんな柄が入ってたなっていうイメージですね。で蓋は二重になってて内側がプラスチックの蓋になってるから、それで友達にねうちの麦茶飲んでみるとか言って、昔麦茶に砂糖を入れるのが結構一般的だったんでその砂糖入りの麦茶をねうちの飲んでみてとか言って内側のプラスチックのコップでね友達に飲んでもらったりとか、逆に友達のお家のやつを飲ませてもらったりとかしましたね。あとその蓋の部分がね取っ手がついてて、この外側の蓋は
飲む時のコップにする時コーヒーカップみたいに取っ手がついてるっていうのも結構好きだったんですけどね。まあそんな感じで朝方なんとなくおにぎりの銀紙を思い出してちょっと昭和に思いを馳せたっていう、まあ5分ぐらい思いを馳せただけですけどね。どうでもいいことをわざわざ YouTube で今日こんなことを思いましたっていうことを話してるだけなんですけどまあそれで言うと昭和のファッションとかも今思うとちょっと布の感じとかいいなって思いますね。なんかその辺に売ってる今でいうカーテンみたいな布の柄とかデザインをワンピースに仕立てたりとか、私が子供の頃はギリギリいないなやっぱり。多分私たちの親世代ぐらいまでは自分たちでワンピースとかスカートぐらいは作ってたと思うんですよね。うん。そういう時代だと思うんですけど、だからなんかね布っぽいデザインのやつとかちょっと可愛いなって思っちゃうんですよね。昭和柄みたいなやつで。だからなんかふと思ったんですけども、今こうロリータファッションとかってもう結構そういうのが一般的になってからだいぶこうもう年数も経ってもう確立されてるじゃないですか、一部の文化として。で未だにロリータって根強い人気があって廃れることないと思うんですけれども、そのうちねそれと同じような位置づけで昭和ファッション、昭和レトロファッションっていうのもねがっつりとしたその一つの流派として出てくると面白いなって思いましたね。ちょっと今の段階だと昭和がねまだそこまですっごい昔でもないので、例えば私がおばあちゃんになるくらいにまだ昭和っていうのを昔のデータでしか知らない人たちの若い人たちがすごい昭和ファッションとか、あと家具とかもねそういう家具とかカーテンとか置物とか、そのさっきのポットとかね炊飯器とかね、そういう家のインテリアも昭和でちょっとこうやってみるとかね、そういう昭和レトロファッションっていうのが一部のファッションのそういう流れの流派としてねロリータみたいに出てきたらちょっとおもろいなって思ったりしましたね。まあ未だにねこの昭和のものを取り入れるっていうファッションをしてる人はいますけれども、まだそこまで確立してないじゃないですか。もう一つのその流派みたいなのにはなってないじゃないですか。なのでそういうファッションが出てきたら面白いなと思ったりとかしました。かくいう私も昭和ファッションってほどじゃないですけれども、結構スニーカーとかだったらね昭和の時のデザインの昔のそのデザインのスニーカー結構持ってたりとかするんですよね。ナイキのやつとかね、あとはミズノですね。お気に入りのこのミズノのねカール・ルイスがオリンピックに出て金メダル取った時のスパイクのデザインの裏はスパイクじゃないですけど、そのデザインのスニーカーをミズノが出してて、その昔のデザインのやつを出してた時があって、それすごい気に入って同じ型の3色買ったりとかしたんで、それとかをね今も大事に履いてますけど、ちょっと黒がね穴が開いちゃって捨てちゃったんですけれども、何せ昔のやつなのですごいこう製法とかが布とかもちょっとチャッチいんですよね。そんなのは結構好きだったりとかしますね。うん。まあそんな感じでございます。ちょっとなんかどうでもいいことを話してたら意外と時間が経っちゃったので、ということで今日はこの辺で、それではまた。